こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆ヨガと言います。武器とか防具を作るのが好きです。今回は鬼滅の刃に登場する炭治郎の新しい日輪刀を作ってみました。前のものとは、つばと刃の模様が異なってますね。刃の根元に赤い滅の文字もあります。それでは早速作り方に行ってみましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。工作用紙1枚では長さが足りないので、複数枚の工作用紙を糊で貼り合わせて長い工作用紙を作ります。貼り合わせたものから刃を切り出します。型紙を使ってその形に切り出します。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。まずは刃を作ります。刃の根元にある文字をテンプレートを使って写し取ります。写し取った文字を切り抜いていきます。カッターナイフだと小回りが効かないのでデザインナイフを使っています。デザインナイフはホームセンターで買うことができます。工作用紙と COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着します。それを先ほど切り抜いた箇所の裏側に接着します。刃の芯を作ります。園芸用の棒を使います。畑などで使われている棒ですね。ニッパーで程よい長さに切ります。ちなみに棒の中身は鉄の棒が入っていてとても丈夫です。この後曲げるので少しでも曲げやすくするためにまずはカッターナイフで皮を剥いてしまいます。型紙に沿うように曲げます。机の角に押し当てて少し力を入れると簡単に曲げることができます。曲げ終わりました。曲げた棒と刃をグルーガンで接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具となっております。ホームセンターや100均で買うことができます。熱くなる道具ですので、やけどなどにはご注意ください。刃先をボンド G17 で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です。工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って接着していきます。刃の峰にグルーガンを盛り付けて隙間を埋めていきます。表面がボコボコしているのでグルーガンの先端で撫でて平らに仕上げます。文字をハンダゴテの熱で彫ります。ハンダゴテはホームセンターやダイソーで買うことができます。工作用紙と COS ボードのパーツを瞬間接着剤で貼り合わせます。それを刃の端に接着します。これにて刃の組み立てが完了です。つばを組み立てます。複数枚あるパーツを瞬間接着剤で接着していきます。瞬間接着剤を多用してますが、すべて100均のものを使ってます。つばを刃の棒部分に通して瞬間接着剤で接着します。柄を組み立てます。3枚あるパーツをまずは瞬間接着剤で接着します。端が角張ってるとおかしいのでカッターで斜めに切り落としておきます。グルーガンをたっぷりと盛り付けて刃の棒部分と接着します。棒部分に蓋をするような感じでパーツを接着します。そして両端にもパーツを1枚ずつ接着します。これにて組み立て完了です。次は塗装です。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や
水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはラッカースプレーでベースカラーとして灰色や黒を塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買ってきたものを使っています。色を塗り分けるためにマスキングテープを加工します。まずカッターマットにマスキングテープをたくさん貼り付けて、型紙をマジックで写し取ります。カッターナイフで切り抜きます。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売っています。切り抜いたら刀の方へ貼り付けていきます。左右ともに貼り付けます。貼り付けが完了しました。エアブラシで銀を塗ります。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。塗り終わったのでマスキングテープを剥がしてしまいます。次はつばを塗りたいので、刃をマスキングして保護しておきます。つばの内側を赤く塗ります。ついでに柄も赤く塗っておきます。つばをさらにマスキングして塗装を続けていきます。なお、使っている塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーです。おもちゃ屋さんの模型売り場で売っています。残りの細かい部分は筆でささっと塗ります。滅の字を赤く塗ります。極細の筆を使ってはみ出さないように少しずつ塗ります。銀色の部分に線がたくさんあるので、型紙をあてがって細いマジックで線を引いていきます。一通り引き終わりました。これはちょっと間近で見ないとわからないですね。柄糸を巻きます。柄に平たい紐を巻いていく作業となります。手芸店で4メートル買いました。ずれてこないように巻きながらところどころグルーガンで接着してます。柄糸の巻き方は過去に作った日本刀の動画で詳しく解説しますので、気になる方はそちらをご覧ください。端まで来たら柄糸を結んで仕上げます。端の結び方は詳しく解説してくれているサイトがありますのでリンクを貼っておきます。というわけで完成です。全長は100センチ、重量は 120g となっております。中に鉄製の棒が入ってますのでとても丈夫です。このように振ったりしても大丈夫です。鞘を組み立てます。2枚のパーツを接着します。瞬間接着剤と瞬間接着剤の硬化スプレー、アルテコスプレーと呼ばれるものですね。それらを使って接着していきます。このアルテコスプレーがあると接着が非常に早くなり作業がしやすくなります。ホームセンターの接着剤売り場にあります。なお、ボンド G17 でも楽に接着できます。お好みの方法で接着してみてください。曲げ終わったら端と端を接着します。これもアルテコスプレーを使って接着していきます。こういった接着しがたい箇所の接着にはアルテコが欠かせません。鞘の両端に様々なパーツがあるので、それらを瞬間接着剤で接着していきます。これにて組み立て完了です。次は塗装となります。刀と同じ手順で塗装します。まずは造形ベースを塗って、ラッカースプレーで黒く塗って、細かいところはミスターカラーを筆で塗ったら完成となります。鞘の全長は80センチ、重量は 50g となります。一通り作るのにかかった制作時間は15時間。材料費は2000円となっております。サイトに型紙データやより詳しい作り方、制作時の注意点も載せております。実際に作られる方はそちらも参考にしてください。アドレスは動画の説明欄にあります。動画の内容に関して質問があればコメントでお気軽にどうぞ。他にも鬼滅の刃の動画はたくさんあります。善逸、伊之助の日輪刀、義勇、忍、煉獄、密理の日輪刀、アクセサリー類の動画もあります。当チャンネルでは武器や防具の作り方動画をたくさんアップしております。他にもいろんな動画があるのでぜひそちらもご覧ください。よろしければチャンネル登録もお願いします。Twitter やサブチャンネルもやってます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。